あなたは朝ナビに出会っていますか？私は朝ナビに出会いました。幼い頃、私は誰かに受け入れたくて、認められたくて仕方がなかったのかもしれません。怒られないように、褒められるようにと良い子を返事。思春期になれば可愛くきれいに、今風に、可愛ければ愛してもらえるのと思い込み、そして無理なダイエットから心の病へ、拒食症になってついには倒れてしまったんです。体は休息すれば元に戻りました。しかし心の問題はなかなか回復しません。外から見れば普通の女の子。しかし心の中は壊れそうで壊れない、そんな心の叫び声を抱えたまま、なんとなく大人になっていたのです。ある時、アーティストに出会い、お手伝いをしていました。すると、ハンディキャップを持つ子どもたちと一緒にアートをしてみないと声をかけられたんです。アートのクラスを担当することになってしまいました。子どもたちは様々です。大声を出したり、叫んだり、教室を飛び出してしまったり、一緒に何かをするという感じではありませんでした。私が子どもたちの注意を引こうと一生懸命呼びかけて、声をかけても全く言葉は通じません。一体どうしたらいいんだろうと悩みながら日々が過ぎていったのです。ある日、私が偶然だったんですが持っていた一つの木のかけら、これをずっと見ている男の子がいたんです。その瞬間です。そうか、言葉が通じないんだったら、物で、色で、そして形で、感触でとひらめいたんです。私は早速試してみました。すると子どもたちはちらっと覗いたり、ちょっと触ってみたり、蹴ってみたり、少しずつですが変化が起こってきたんです。よしと手応えを感じた私は調子に乗って巨大な布を持ち込んだり、紙を持ち込んで、そして子どもたちが描きやすいようにと道具を揃えて、そして音、楽器なども置いてみたんです。すると自然に何かが始まっていたんです。やったと。そして笑い声が1人、そして2人、あれ3人、すごい楽しいという空気に人の意識が向かうんだということに気がついたんです。そうだ、だったら私が楽しんじゃえばいいんだと思ったんです。例えば私が一つの色を置いてきます。すると子どもたちは大胆に色を置いてくれます。濁って破れて潰れてぐちゃぐちゃに、私の心の中もぐちゃぐちゃにかき回されて、そして固定概念も溶け出して、やられた、やっちゃった、汚さないでという気持ちもいとも簡単に破られ、やったと、そんな感じで子どもたちと一緒にはしゃいでいたんです。そうだ、これがいいんだ、この瞬間がいいんだと、このままがいいんだと私が気づいたんです。子どもたちのそんな姿が
キラキラ輝いて眩しい、そして自信にあふれていました。子どもたちと一緒に喜びを共有したときは、なんだか心がジーンとあったかくなっていたんです。そんなプロセスを経て、ふと気がつくと、私が抱えていた心の病が全部消えていたんです。私が変わった、私を変えた、これはすごいと、人を変える力があると、そうして2010年 NPO 子どもアートが誕生しました。子どもアートの活動は、子どもたちと大人が一緒に遊んで学べる機会を作っています。例えば2012年、都会の親子が田舎を訪れる子ども町田舎プロジェクト。子どもの存在が過疎高齢化の進む田舎のイメージをガラリと変えます。そこがファンタジーの世界に大人が気づくんです。そして村の人たちも子どもたちのためにと一丸となって助け合い、元気が出てきます。はじめはしぶしぶ子どものためにと足を運んだワークショップやイベントも、いつの間にか大人が夢中になっているんです。ああしたい、こうしたい、もっとしたいとキラキラ輝き始め、創造のエネルギーが湧き上がっているんです。また自分たちの理想の暮らし、地域の在り方、生き方にも気づきが生まれています。子どもの存在が大人を動かし変えていく、場の空気を変える、みんなが元気になって笑顔があふれています。子どもは勝手に遊び始めます。大人から見れば、何してんの？無駄なことも多いかもしれません。しかし子どもは遊びと学びのプロセスが楽しいから、もっと遊びたくなり、もっと学べてる、そんな生きるエネルギーにあふれています。子どもたちの表現や遊びは、誰かのため、何かのためというわけではなく、ただそこにあるものに反応し、面白いから、楽しいから、どんどん進んでいくんです。私はそんな子どもたちが夢中になって喜んだり遊んだり、そんな姿が美しい、そして神々しいと感じるのです。そんなことで私の美の意識もたくさん変わってきました。遊びと学びのプロセスがつながり、生きるエネルギーが湧き上がる、それがアソナビの意味なのです。アソナビとは、遊び、学び、両方に共通するのは美、アート、想像すること、生きることです。私のアソナビは子どもアート。子どもたちと一緒に遊んで学んで、自分を取り戻し、子どもアートが誕生。そして遊びながらプロジェクトが生まれ、今このステージに立っています。偉業を成し遂げたアインシュタインのアソナビは物理学。さあ、皆さんのアソナビは何ですか？アソナビに出会ってください。